よいしょ。いいサイズが釣れてます。おお、上にスーッと竿を持ってってあげると、4匹ついてる。そーっとそーっと、もう十分ですね。本当にビーストマスターシリーズで初めての2スピード仕様になってまして、おお、青もんだ。でかいでかい。この季節にこんな丸々としたのがいるんだ。釣れた魚を泳がしたらこんなの釣れるんですよ。最後ヒラメも釣れちゃったっていう。まん丸ですごい美味しそう。ルル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 
皆さんこんにちは、杉田千尋です。社長です。おはようございます。おはようございます。今回は神奈川県松葉江名港の甘酒屋丸さんから今が旬の梅雨イサキを狙いに行きたいと思います。いやー、今年はね、なんだか当たり年ということで6月の1日から開幕したんですけれども、すごくたくさん釣れてるし大きいのがいるっていうことで今回釣りに来ました。この時期の釣れるイサキは産卵期前で脂が乗ってて1年の中でも一番美味しい時期ということでですね、養鶏のイサキ釣れるように頑張っていきたいと思います。今の県崎沖のイサキ釣りがどのようにして釣れるのか、当たりはどんな感じで出るのか、どのようにして誘ってるのかみたいなところも合わせて今日は皆さんにお伝えしていきたいと思います。そして今日はですね、その釣ったイサキを最近泳がせて、それでさらに大物を狙うっていう釣りができるっていうことで、今日はね、下手船にしました。釣れてるものがですね、5、6キロから8キロぐらいいくワラサとか、あと大棒ハタとか底物の魚も狙えるかもっていうことで、イサキを釣ってあわよくば大きな魚も釣れたらいいなっていう豪華な釣りをしていきたいと思います。今日使うタックルなんですけれども、ドットがライトゲーム BB の 73H195。こちらはですね、シマノから出ました新製品のライトゲーム BB シリーズの竿になります。結構ね、デザインが一新しまして、おしゃれなカラーリング、ホワイトとラメが、見た目は BB クラスと思えないスマートさではあるんですけれども、しっかりいろんなターゲットも狙える一本となっております。で、こちらのお値段がですね、 Amazon で1万7000円ぐらいで買えます。なのでこれ1本でもちろん小マセ系のイサキとかアジとかもいけますし、あとはライトな泳がせ系ヒラメが狙えたりとか、アマダイとかも狙えちゃうっていう、その一つの竿で、たくさん使えて、でもコスパが良くて見た目はいいこちらの竿を使っていきたいと思います。で、リールは電動リール使います。フォースマスター 200DH です。水深がそこまで深くないので手巻きでもいいよって方もいると思うんですけれども、やはり手返し重視でやっていきたいので、私は電動リールを使っています。ビシは FL の60号使っていきたいと思います。天秤はイサキ用の天秤ですね。クッションゴムは 1.5mm30cm をつけています。仕掛けは釣り具店さんで購入しましたこちらのライトウィリー仕掛けを使っていきます。3本針から4本針ぐらいで、針は比較的今小さいサイズの方がいいということだったので、こちらでやっていきたいと思います。はい、ということで釣り場までは15分ぐらいで到着しました。釣りスタートです。最初は4本針でやっていきたいと思います。水深は 18m から 25m ぐらい。あ、当たった。なんかプルッとしたけど。来た来た来た。20m、21m で来ましたよ。おお、なんかぐるぐる動くけど。お、餌です。アジが釣れました。これもだよ。元気に泳いでおくれ。今当たった棚が 21m ぐらいだったんで、そこにビシを持ってって、そこからしゃくってみよう。お、来た来た来た。おお。アジをばらしてしまった。なんかアジしか釣れないね。当たりはすぐあって楽しいね。アジです。泳がせにはちょうどいいです。もう一回25から18まで誘ってみて、アジは 20m ぐらいにいるんで。そうだよね。25m から50cm刻みにちょっと誘ってイサキを探そう。
ずっとアジです。アジ。イサキはどこなんだい？あ、でかいでかい。あ、おお、これはイサキだしょ。おお、尺ってちょっと上にスーって持ち上げたらすぐドンって。舐めた？ 22。これイサキっぽいですよね。ちょっと手巻きで慎重に巻こう。あ、やばい、釣れだ。お、釣れました。結構いい方。引きが獰猛でしたね。他点掛けしたい。ダブりましたよ。ちゃんああ、と待たないから。お、でかい。おい、ダブル。おおおお。社長がどんどん釣り上げる。棚どんぐらい23ぐらい。一緒か。おお、来た来た来た。ゆっくり巻いていきましょう。おお、一匹だ。一番上に一匹。ちょっと思ったんだけどさ、うん。イサキをこっちにしてアジをそっちに集めとくっていう作戦しない？え、まだいるの3匹いるの。もうイサキそっち入れないでね。うん、入れない。大きく当たった。おお。うい。まん丸太った3匹目。超ちっちゃいのいないね。でも超でかでもないね。ジャンボイサキは出てないですけど、全部中ぐらいそこそこいいサイズですね。今船長の指示棚が25メーターから18メーターなんですけど、そこの大きさをで勝手に当たった。23メーターのところで今結構当たってるので、そこから振ってるんですけど、今振らなくても当たりましたね。あ、しかもまた君かい。死んでま。今日大事なんだよ、すごい。だから何やっても食うって感じではないかな。うん。ただ待ってたら来るっていうよりは、なんかちょっと誘い入れたら食うって感じ。そうだね。動いてる時に食う。パニック的な引きは絶対アジなのよ。イサキの引きはもっとグングンって感じ。あ、やっぱ誘ってるとイサキ来るな。止めてるとアジが来るって感じ。ちゃんと食いなさいみたいにするとイサキが来てくれる。よいしょ。えい。おう。おお。やっぱそうなの。ほら、おお。おお、これは一匹ではないのではないか。一匹だけどでかい。合計5匹目。いい引きだ。イサキもアジも巻いてくる速度、今中間速を10にしてるんですけど、ちゃんと巻いてきてくれてバレにくくていいです。あ、2匹ついてる。ダブルや。やった。問題は取り込み。おお。やった。5匹目、6匹目。なんかだんだん分かってきたというか、日差しの向きがすごい逆光だったので、社長と席変わりました。お、いいサイズよ。いいじゃない。いや、でかいでかい。いいね。なんかこう目に引っかかるっていうか、そういうお、なんかそう。食い浅いよね。浅い。ポツポツなんだよね。うん。もう夏みたいに暑いね。今日はね、梅雨の中でも絶対晴れるでしょっていう日を選んできました。でかい。あ、おお。おお。よいしょ。はい、10匹目。今は釣り開始して1時間ちょっとぐらい経ったところですね。いいサイズが釣れてます。今日どんな感じで当たりが出てるのかとか、ちょっとした誘いとかも分かってきたので、ご説明したいと思います。まずコマセカゴなんですけれども、上の部分は3分の1ぐらい開けた状態で、下は全部閉まった状態にしてます。そこにこのコマセをエアリーに、半分いかないぐらいエアリーに入れまして、ちょっとこう隙間がある。閉じます。で、仕掛けは今日下手線なので横幅にゆとりがあるので、絡まないようにこんな感じでふわっと置いてまして、それを投入していくんですけれども、竿を持ってそのままよいしょって、ビシを一緒に海の中へ入れて棚まで落としていきます。
今船長の指示棚が25メーターなんですけれども、そこまでまず落とします。で落ちたらしゃくっていくんですけれども、竿の角度少し斜めに海面向いた状態にして、そこから90度ピシッとしゃくって、で3秒ぐらい待ちます。でまたくるくるっと50センチぐらい巻いてピチッと、でまた同じ動作をしてしゃくる。でここから待ってて当たりが出る時もあるんですけれども、今日はそこからゆっくり上にずっと竿を持ってってあげると、どうしよう、これでめっちゃ当たってたんだけど全然当たらなくなっちゃった。25メーターからピタッと止めて、そこからゆっくり上げる。おー、当たった。おい、食いました。さらに追い食いを狙っていくのでゆっくり巻いていきます。おー、来た。船長の指示棚が18メーターなので、そこまでゆっくり巻いていきます。でもう来ないかなと思ったら巻いていくんですけど、電動リールを使ってて今中間速度10に設定してあって、この速度だと巻いては来れるんですけどバレにくい速度ということで、こちらで巻いていきます。ビシが見えたらコマンセカゴに入れて1匹ですね。よいしょ。そーっと持ち上げて釣れました。イサキが釣れたら外す時に結構ヒレとかが鋭い魚なので、針外しがあると便利です。仕掛けを持ってこのように口にかけてあげてクッとやってあげると簡単に外れて、仕掛けも絡まずに取ることができます。この動作を繰り返していってたくさん釣れるようにやっていきたいと思います。わー、トリプルや、すごい。さあこれが無事取れるかどうかです。おお、トリトリプルです。しかも全部いいサイズや。どんな感じでやったの？もう自投だよ。もう君の5倍ぐらい余ってます。はい、自投4つかけたらなんていう？フォース。かっこいいな。おお、いいサイズ。ほい。ずーっと3番目の針にかかるな。追い食いさせないと。できない。どうしたい。待たないで。もう置き倒してよかな。ただ待っててもいいよ。あった。ほんとこんなもんだから。追い食いするとサンバのリズムみたいになる。サンバのリズム？こうじゃなくてこうなるから。わかりました。なんだ、経験者しかわかんないみたいな言い方。むしろ2匹の方が引きが強いじゃなくて重くなるだけ。はい。子供でかいなっつったら。どれ？見して見して。おお。まあそんなでもないな。お。どんどこどんどこ。まだサンバじゃないわ。おお。おお。お。ダブルいそいますね。これは。う？だいたい嘘だからな。どん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 ってリズムだったのが、もう一匹来たらどんどこどんどこってなった。いいから予想はダブルです。いつもそう言ってさ。いや、これがもし1匹だったらもう30センチ超えてる。おお、どんどこどんどこ。はい、ビシが見えまして。ほら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 、トリプルトリプル。やったやったやった。どんどこどんどこ。サンバ。どんどこどんどこ。サンバでしたか。どん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 どど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 って感じですね。はい、ありがとうございます。どど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 ど。一匹来たらそっから今はシングル。なんかね、私もゆっくり待ってるつもりだったんですけど、社長が立てんかけすごい多くて見てたらもっとゆっくりだったので、今すごいゆっくりで巻いてます。それでやったらさっきトリプルできたから、今日はこの方針でいこう。お、どん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 。1匹か2匹か分かんないけど、とりあえずあげてみます。あんま長く待ちすぎて映えても嫌だし。お、いいね。あれ黒いバケツそっちある？
はい、少々お待ちください。2匹ついていて。お、1匹スレだぞ。スレ係。はい。ダボー。おお、来た。こっから、どんどこどんどこ、行け。ゆっくり。まだシングル。おお、来た。これがダブーです。どんどこどんどこです、今。テンション張りながら、めっちゃゆっくり。はい、ダブー。20匹です。これどう思いますか？シマノのニューアパレルなんですけど、 UV カットのマスクでフルフェイスって書いてあったからどんな感じかなと思ってつけてみたら、帽子と柄が一緒で思いのほか結構可愛くて気に入ってます。こう穴が開いてるからね、全然苦しくないんですよ。でここまでしか出ないから、もうサングラスつけたらもう全然焼けなくて済むという。後ろもこんな感じでカバーしてくれる。さあ、多点掛けサンバのリズムでどんどこ作戦。指示棚25メーターに行ったら50センチぐらい巻いて、きっちりしゃくってまた巻いて、きっちりしゃくってまた巻いて、きっちりしゃくったらスーふたふた。こっからすぐ巻かない。今シングルです。どんどんどーどんどん。このどんどんっていうリズムが超ゆっくり巻いていくと増えていく。超ゆっくりっていうのはもう本当に1ぐらい。リール1回転するのに1分かかるぐらいの遅さで、本当にゆっくりテンション緩めずにどんどこのリズムが増えるまで巻いていきます。これ1匹なんだな。このドンってやった時にオキアミが出てるんじゃないでしょうか。全部で切っちゃったらもう来ないかな。だいたいリール2回分ぐらい巻いてこなかったらもう上げてくる。1匹です。今日は本当にウリボウみたいなサイズのイサキが全然いなくて、アベレージがだいたいこの25センチから30センチぐらいのサイズ。1匹でも結構大きいし、多点掛けするとものすごい引きになるから、もう10匹とか15匹20匹と釣れたらもう食べる分には十分なぐらいの量になっていきます。例年こうだったかって言われると結構小さいのが多かったりもしたんで、今年はやっぱ当たり年なんじゃないかな。イサキもたくさん連れてきましたので、ここで美味しく持ち帰るためにできる簡単な締め方をやっていきたいと思います。この炎天下の中でやっぱり釣れたイサキを桶にそのまま入れておくとどんどん鮮度が悪くなってきてしまいます。なので全部は締められなくても美味しく食べたい、ちょっといい方のものだけでもこの簡単な締め方をするだけで全然変わりますので、皆さんもぜひやってみてください。まずクーラーボックスの中に海水氷を作ります。船井戸さんで朝このブロック氷をもらえるんですけど、100円ショップとかでアイスピック売ってますので、これで氷を砕きます。気をつけて砕きます。ある程度砕けたら OK です。ホースから出ている海水をだいたいこのぐらいまで、全部満帆に入れちゃうと魚が入ったら溢れちゃうんで、少し余白を残してあげてください。海水がこのぐらい入ってきたので、ここで魚を締めていきます。肩がいいイサキ、今元気なんですけど、まず脳締めしていきます。脳がある場所はこのエラがあって、もう一本線があって、そこから触っていくとここに山があって、その間ここです。これで簡単に締まりますね。グリグリってやって、その後ですね、もう口開いて閉まってるんですけど、エラを切ってあげます。でエラを切るとこのように血が出てくるので、手で持ってバケツの中に入れてフリフリします。これで血抜きをしていきます。30秒ぐらいフリフリとやったらだいぶ血が抜けますので、そしたら先ほど作った海水氷の中にイサキを入れます。もうこの氷を今入れたら冷たってなるぐらい冷たくなってます。この処理をしてあげるだけで本当に美味しくお刺身とか、あと白子が入ってても食べられますので、何匹かはこのやり方やったらいいかなと思います。でもうイサキ釣れすぎてていちいち締めてらんないよって人は野締めっていうやり方がありまして、この海水氷の中にそのままもうイサキを入れちゃいます。入るとすごい静かになりますよね。すごい冷たい海水氷になってますので、このまま入れてゆっくりと締まっていくっていうやり方になります。なんかここ1時間ぐらいちょっとこう誘い上げじゃなくて誘い下げの方が当たりが出るような感じがあるな。来た来た来た。おおおおお、はい。おおおお、これは
どんどこじゃないの。お、重量感。あと5メーターです。おつ。いいよ。4匹ついてる。ボース。やばい。バレそうです、社長。そーっと。いや4つが3つになってしまいました。これで今30匹超えて、32匹もう十分ですね。この後はちょっと朝言っていた泳がせ釣りに集中していこうかなと思います。泳がせ釣りをやっていきたいと思います。イサキをね泳がせようと思ってたんですけれども、朝の時間帯に結構アジも釣れたので、まずはアジから泳がせたいと思います。そのあたりは潮の流れが結構速いということで、しっかりした泳がせタックルになってます。今日使うタックルなんですけれども、リールがビーストマスター3002、こちらシマノの新製品、7月発売のものになってます。ビーストマスターシリーズで初めての2スピード仕様になってまして、ここのクラッチの切り替えで簡単にパワーモードとスピードモードと切り替えることができます。これスピードモードはなんと速さがビーストマスター 3000MD に匹敵する速さで巻き上げることができる。パワーの方はビーストマスター9000の2022年のモデルと同じレベルのパワーで巻き上げることができるっていう、もう3000ファンクラスでは考えきれないぐらいのハイクオリティなリールになってます。で、竿なんですけれども、バンティット BG の H170 を使っていきたいと思います。仕掛けはこちらの泳がせ胴付き仕掛けを使っていきます。ハリスは12号でちょっと太めのものにしています。重りは150号を使用しています。いってらっしゃい。そこが32メーターなんですけども、根がかりしたりトラブルにならないためにすぐに5メーターぐらい上げちゃいます。そこから5メーターぐらいで待ちながらイサキ釣りも同時並行でやっていきたいと思います。怪しい。食った。食ったよ、泳がせ。いる。あまりについつい上がってくるもんだから、このあと12メートル。走ってる。これサメですか、もしかして。パワーモードに切り替えて。たっくん、俺の竿上げちゃってくんない？サメか？サメこんな暴れねえべ。青もんだよ。すんごいけど引きがカモじゃないですか。あと10メーター。竿上げちゃって。お、すげえ。あと6メーターです。カモ。いいよ、もうそれで大丈夫。玉を船長に。あったね。おお、青もんだ。でかい。やったー。いいじゃない。丸。ほらさ。おお。測ろう。すごい。アジを泳がせてワラサが釣れたよ。すごいね、見てこのサイズ。イサキの漁場にこんなでっかいのがいるんだ。これもうブリくらいいってない？いいとこかかってるこれ。うわ、これブリぐらいありますけどね。この季節にこんな丸々としたのがいるんだ。うわ、楽しい釣りですね。だからいつ。美味しそうですね。5キロアップ、5.2 キロです。無理とまではいかないけども、十分。マジでやばいよ、ビーストマスター3002。さっきまでは回収が早くできるようにスピードモードになってたんだけども、魚かかってめっちゃ引くわって思った時に、この不器用な私でも瞬時にパワーモードに出ちゃうってなった瞬間に切り替えたら、もうあとはマックスじゃなくてハリスの太さとかもあるから、中ぐらいのスピードで回したらで出てく時はちょっとこう出て
ーって勝手にリールがファイトしてくれたって感じで、鈴木四天王全ての血をここで出し切るわ。夏消そうすぐダメになっちゃうからね。おー、たたたたたバタグだ。すっぽ抜けた。おー、たたたたたバタグだ。すっぽ抜けた。落としたら今飛ぶきます。そこから上に巻いてる途中で食いましたね。あ、食った。手で巻いてきた方がいいかもしれないですね。すぐ食った。船長の思惑だ。なんだろう。おー、なんか一番嬉しそうです。あ、見えた見えた。なんだ。なんだこれ。何これ。なんか高級魚。マハタ。マハタじゃないよ。なんか面白い。キジハタ。船長。面白いの釣れました。船長はさ、ちょっと群れから今外れてくれたんだよね。すごい。これ何ですか？キジハタでしょ。キジ、いいサイズ。中華料理店で食べたらいい値段しそうな。釣れた魚を泳がしたらこんなのも釣れるんですよ。すごい。そして結構少し炊いたら面白い。これは何つけてたんですか？アジ。やっぱアジっすね。こんな暖かくしてめっちゃ眠くなっちゃいました。もう目で全カバーして。はい、残り15分です。あれ最後の最後青に森じゃない？佐々木さんが泳がせで当てました。イサキですか？アジですか？アジです。おお、やっぱアジ釣れたの良かったですね。そう考えたら。頑張れー。ヒラメでかいでかい。多分入る。後ろからやっちゃダメなんで頭から入れる。おーい、すごいじゃない。わあ、でかいでかいでかい。トリブルなくてね。丸飲みだ。船長ありがとうございます。はい。最後に 2.2 キロのヒラメが釣れました。イサキ釣って青物釣れて底物ハタ釣れて最後ヒラメも釣れちゃったっていう来たての醍醐味ですね。俺片しちゃった後だよ。でも食ってるもんしっかり丸飲みしてるから、いやー美味しそう。今そこからどのぐらいで待ってたんですか？メートルぐらい。じゃあ結構上げてて食ってきたんです。空気気が。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで両系梅雨先たくさん釣れましたんで、こちらを家に持ち帰って美味しくいただきたいと思います。もうまん丸ですごい美味しそう。めっちゃうまいですね。うまい。自宅に戻ってきました。今回釣ったイサキとキジハタ物々交換でうちに持って帰ってきましたので、こちらはまずはですね結構いいサイズで脂も乗ってると思いますので、下処理をして2日ぐらい寝かせてからいただきたいと思います。2日経ちましてイサキもしっかり寝かせられたので調理していきたいと思います。この時期のイサキって普通にお刺身とか塩焼きにしてもすごく美味しいんですけど、たくさん釣れるのでどういう風に食べていこうかなって思う方も多いと思うんですけれども、今日は中華風にしていただきたいと思います。イサキは四川風山椒香る中華風煮込み、キジハタは中華風酒蒸しにしたいと思います。イサキをまずは三枚おろしにします。皮
皮を引いて一口大に薄く切っていきます。脂乗ってます。煮汁を作っていきます。お水を 300ml、 醤油大さじ2、紹興酒大さじ2、ふつふつと煮立つまで待ちます。煮汁の中に先ほど切ったイサキを入れて2分ほど煮てアクを取ります。一度ボウルに取り出します。小鍋に刻んだ生姜とニンニク、山椒と唐辛子を入れて、そこにごま油を入れます。調味料が浸るぐらいまで入れれば OK です。弱火でふつふつと煮立てます。香りが出てきたら一度火を止めておきます。煮汁にもやしを入れます。ネギも入れます。イサキの身を敷く土台になるので、さっと火を通します。煙が出るまで熱したごま油と調味料を一気にかけます。油と煮汁が馴染んだら完成です。キジハタは大きすぎるので3枚におろします。皮に切れ込みを入れます。長ネギの上の部分を敷きます。キジハタの半身をのせます。頭も一緒に蒸しちゃいます。生姜を乗っけて紹興酒を上から回しかけます。蒸し器に入れて中火で10分ほど蒸します。おー、美味しそう。いい香りします。生姜たっぷりのネギをのせて、パクチーものせます。煙が出るまで熱したごま油をかけます。最後に醤油をかけるんですけれども、中国の蒸し魚にかける専用のお醤油です。これ Amazon とかにも売ってるので、本格な味付けにしたい人にはおすすめです。もしなければ家にある普通のお醤油でも代用できます。完成しました。乾杯。それでは早速イサキからいただきます。結構辛いですねごま油をたっぷり入れたので、その香りとあと辛さがくる感じで、今までに食べたことがないイサキ料理の味で美味しいです。辛いんだけど、唐辛子の辛さっていうよりは山椒の辛さがくる感じなので、爽やかな感じですね。続きましてキジハタいただきたいと思います。身が寝かせたことによって油が全体に行き渡ってて、甘みもあるし、皮と身の間のところにプルプルした弾力がある部分があって、それもいいアクセントになっててすごく美味しいです。パクチーとネギと生姜とこの魚の相性が抜群にいいです。ということで今回は釣ったイサキ、そしてキジハタを中華風にしていただきましたが、また違う味わい楽しみ方ができたので良かったです。県崎沖の梅雨先まだまだたくさん釣れてますので、皆さんもぜひ釣りに行ってみてください。ということで今回の動画は以上です。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場で